秋の風が少しずつ冷たくなってきた頃、教室の空気もどこかかすかに変わっていった。ねえねえ、聞いた？つよしと C 組のエミ、付き合い始めたって。ある日、女子たちのささやき声が背中越しに聞こえてきた。私は鉛筆を持つ手を止めた。ノートの上で書きかけの言葉がそこでちぎれていた。何も聞こえなかったふりをして目の前の文字に集中しようとする。けれど耳は勝手に続きを拾ってしまう。やっぱり、ああいうこと付き合うんだよね。つよしって。エミって背も高いし、スタイルいいしね。積極的らしいよ。告白したのは、エミの方からなんだって。私の心は静かに音もなく沈んでいった。その日も、つよしくんは何も変わらない様子だった。私の後ろの席から、いつもと同じように消しゴム貸して、と声をかけてくる。私は笑って、はい、と言って、手渡した。それだけだった。それだけなのに、消しゴムを渡した指先が、かすかに震えていた。次の日、体育の後、水を飲みながら隣にいたつよしくんが、ふと口を開いた。なあ、かな、最近、元気ないね。なんか、前より静かっていうか、いや、元から静かか。ははは。気まずそうに笑うその声に、私は、ただ疲れてるだけ、と作り笑いで返した。数日後の昼休み、教室が少しざわついていた。おい、C 組のエミが来てる。剛のとこじゃね。そんな声が飛び交い、一部の生徒たちがそわそわと浮ついた空気をまとっていた。で、つよし。明るく、通る声、教室の入り口に現れたのは、エミだった。長い足、揺れる黒髪、そして、どんな視線も真正面から受け止めるような強さを持った彼女。その隣で、つよしくんは少し照れくさそうに笑っていた。来た来た。つよしの彼女じゃん。うわ、ほんとだ。かわいい。私はプリントを読んでいるふりをして、顔を上げなかった。けれど、笑い声や冷やかしの声が響くたび、体の奥が、キュッと縮こまるような感覚に襲われた。よう、恋人同士、キスして。やれやれ。キス、キス。生やし立てる声、拍手、笑い声、教室中が、ガヤに包まれていく。その中心に、つよしとエミがいた。そして、これ以上耐えれない私は、誰にも気づかれないように、そっと席を立った。教室のドアを開けたとき、誰かが私の横を通り過ぎた。でも、それが誰だったのかすら、わからなかった。いつの間にか、校舎の影が長くなっていた。体育館の入り口近くのベンチに座り、ぼんやりと中を見つめる。バスケットボールの音、誰かの掛け声、その中に、汗を拭いながら走るつよしくんの姿があった。大声で仲間に指示を出し、全身でボールを追いかけている。背中も、横顔も、全部、眩しかった。けれど、私はもう笑えなかった。習慣のように、無意識のように、彼を目で追ってしまう。でも、どこかでわかっていた。もう、見ているだけでは、辛くなるばかりだと。彼が笑っていると、誰かと話していると、特にエミと並んでいると、胸が締め付けられる。それは、多分、やきもちという感情だった。自分には似合わないと思っていた。それでも、確かにそこにあった。だから私は、少しずつ距離を取るようになった。話しかけられても、できるだけ短く返すようにして、ノートを見せる回数も、少しずつ減らしていった。バレないように、気づかれないように、ただ、静かに、まるで、自分からそっと手を離すように、私は、彼の隣から、
少しずつ身を引いていった。高3になった春の朝、教室前に張り出されたクラス替えの張り紙で、自分の名前を見つけたとき、私はうすうす、わかっていた。あ、剛とは、もう同じクラスじゃない。彼はスポーツ推薦コースへ。私は国立大学を目指す進学クラスへ。それは、当然の結果、目指す道が違うから、それだけのこと、のはずだった。私は誰にも声をかけず、そのまま静かに A 組へ向かった。けれど胸の奥には、小さな穴が開いたような、ぽっかりとした感覚が残った。A 組は、進学クラスらしい空気に満ちていた。教室には静けさが漂い、誰もが黙々と問題集に向かっていた。無駄な会話は一切なく、張り詰めた空気に、私も自然と背筋が伸びた。虚しさから逃げるようにして、私は勉強に没頭した。英単語帳、科学の問題集、過去問、ノート。手を止めなければ、心の中にあるもやもやした思いに触れずに済む。そう思って、私は目の前の文字を追い続けた。でも、後ろの席から、かな、これ教えて、と声がかかることは、もうなかった。うわー無理、脳が死ぬ、と笑う彼の声が響くことも、ここにはなかった。